イスラム史は宗教、社会、政治、文化、科学の発展が密接に絡み合った壮大な歴史であり、7世紀初頭に預言者ムハンマドによって始まり、その後ウマイヤ朝やアッバスはオスマン帝国などを経て広範な地域に影響を与えてきたが、とりわけイスラム黄金時代には学問や芸術が大いに繁栄し、数学、天文学、医学、哲学の進歩がヨーロッパのルネサンスにも影響を及ぼし、またモスク建築や幾何学模様を用いた美術は高度な芸術性を示し、さらにシルクロードやインド洋交易を通じてアジア、アフリカ、ヨーロッパと活発に文化交流が行われることで、交易品のみならず知識や技術が広まり、今日に至るまでその遺産は世界中の社会や文化に深く根付いている。イスラム教の開祖ムハンマドについて意外と知られていない事実を紹介するぜ。彼は西暦570年頃、今のサウジアラビアにあるマッカで生まれた商人の家の子だった。幼くして両親を亡くしたムハンマドは叔父に育てられながらラクダのキャラバン隊で働いていたんだ。40歳の時、洞窟で瞑想していた彼の前に天使ガブリエルが現れ、アッラーからの啓示を伝えたとされている。最初は妻のハディージャしか信じなかったけど、やがて彼の教えは周囲に広がっていって、少しずつ信者が増えていった。でも当時のマッカの有力者たちは自分たちの権力が脅かされることを恐れ、ムハンマドと信者たちを迫害し始めたんだ。そこでムハンマドは仲間たちとマディーナという町に移住し、そこで初めてのイスラム共同体を作り上げた。彼は政治的指導者としても優れていて、戦いを通じて多くのアラビア部族を統一したけど、自分の敵に対しても寛容な態度を示したことで知られている。632年に亡くなるまでにアラビア半島のほとんどをイスラム教のもとに統一し、後の大帝国の基礎を築いたんだよ。イスラム教の初代カリフとして知られるアブーバクルは、預言者ムハンマドの最も信頼された友人であり、最初の支持者の一人だった。彼は裕福な商人として名を馳せていたが、イスラム教に改宗後はその富のほとんどを信仰のために使い、奴隷の解放にも尽力した。ムハンマドの娘アイシャと結婚させたことで、預言者の寄付としても重要な立場を占めることになる。アブーバクルは、ムハンマドのメッカからメディナへの逃避行、ヒジュラに同行した唯一の人物であり、この行動は彼の勇気と忠誠心を象徴している。預言者の死後、激しい論争の末にカリフに選出され、わずか2年の在位期間ながら、イスラム教徒の分裂を防ぎ、廃教者の反乱を鎮圧した。また、コーランの編纂事業を開始し、その後の世代に聖典を正確に伝えることに貢献している。632年、発熱により63歳でこの世を去ったが、彼の短い統治期間はイスラム帝国の基礎を築いた重要な時期として歴史に刻まれている。メタン、ウマル・イブン・アル・ハッターブって知ってるのだ。ああ、イスラム教の初期の重要な人物だね。第2代正統カリフとして知られているわ。カリフって何なのだ？イスラム教のリーダーみたいなものなのかな？そうね、簡単に言えばイスラム共同体の指導者のことよ。ウマルは預言者ムハンマドの死後、イスラム教の拡大と統治に大きな役割を果たしたの。へえ、すごいのだ。ウマルはどんな人だったのだ？ウマルは最初、イスラム教に反対していたんだけど、後に改宗して熱心な信者になったの。彼の統治時代は、イスラム帝国の急速な拡大期として知られているわ。急に考えが変わったのだね。どうしてイスラム教に改宗したのだ？伝説によると、妹がクルアーンを読んでいるのを聞いて、その美しさに感銘を受けたんだって。でも、歴史的には彼の改宗過程はもっと複雑だったかもしれないわ。なるほど。それで、カリフになってからはどんなことをしたのだ？ウマルの時代、イスラム帝国は大きく拡大したの。エジプト、シリア、イラク、ペルシャの一部を征服したわ。でも、単に軍事的な征服だけじゃなくて、効率的な行政システムも構築したのよ。へえ、戦いだけじゃなくて、国の仕組みも作ったのだね。具体的にどんなことをしたのだ？例えば、税制を整備したり、郵便制度を確立したりしたわ。また、異なる宗教の人々に対しても比較的寛容な政策を取ったことでも知られているの。他の宗教の人たちにも優しかったのだね。でも、イスラム教の指導者なのに大丈夫だったのかな？そうね、これは人民制度と呼ばれるもので、一定の税金を払えば他の宗教の人々も保護され、自分たちの信仰を維持できる仕組みだったの。ただし、完全に平等というわけではなかったわ。なるほど。ウマルはとても賢い人だったんだね。他に何か有名なエピソードはあるのだ？ウマルは質素な生活で知られていたわ。カリフという高い地位にありながら、パンと油だけで生活していたという逸話もあるの。また、夜に変装して街を歩き、民衆の声を直接聞いていたとも言われているわ。そんなに質素だったのだ。でも、
民衆のことを大切に思っていたんだね。そうね。ウマルは正義と公平さを重視していたと言われているわ。自分の息子が罪を犯した時も他の人と同じように罰したという話もあるくらいよ。厳しいのだ。でもそういう態度だからこそ人々から尊敬されたのかもしれないのだ。その通りね。ウマルの時代、イスラム帝国は急速に拡大したけど、同時に内部の統治も安定していたの。これは彼の公正な統治のおかげだと言われているわ。ウマルはどのくらいの期間カリフだったのだ？ウマルは634年から644年まで約10年間カリフを務めたわ。その間にイスラム帝国の基礎を固めたと言えるわね。10年か、短いような気もするのだ。どうしてカリフを辞めたのだ？残念ながらウマルは暗殺されてしまったの。ペルシャ人の奴隷によって刺し殺されたと言われているわ。ええ、そんな悲しい最後だったのだ。でもウマルの業績は今でも残っているのかな？もちろんよ。ウマルの統治スタイルや政策は後のイスラム王朝にも大きな影響を与えたわ。特に異教徒との共存政策や効率的な行政システムは長く続くイスラム帝国の基礎となったの。へえ、そうなのだ。ウマルの考えは今でも生きているんだね。現代のイスラム教徒の人たちもウマルのことを尊敬しているのかな？そうね。ウマルは今でもイスラム教徒の間で非常に尊敬されている人物よ。特にスンニ派の人々にとっては預言者ムハンマドに次ぐ重要な人物として扱われているわ。スンニ派って何なのだ？イスラム教にも派閥があるのかな？良い質問ね。イスラム教には主に2つの大きな派閥があるの。スンニ派とシーア派よ。スンニ派が多数派で全イスラム教徒の約 85% を占めているわ。へえ、そうなのだ。どうして派閥に分かれたのだ？その分裂は実はウマルの時代よりも少し後のことなの。預言者ムハンマドの後継者をめぐる争いが原因よ。シーア派はムハンマドのいとこであり娘婿のアリーが正当な後継者だと主張したの。なるほど。でもウマルはその争いの前のカリフだったんだよね。そうよ。ウマルは争いが本格化する前のイスラム教が比較的統一されていた時期のカリフだったの。だからこそ多くのイスラム教徒から尊敬されているのかもしれないわね。ウマルの時代がイスラム教の黄金期みたいなものだったのかな？黄金期と呼ぶにはまだ早いかもしれないけど、確かにイスラム教の基礎を固めた重要な時期ね。ウマルの時代に確立された制度や考え方が後のイスラム文明の発展につながったと言えるわ。へえ、ウマルってすごく重要な人物だったんだね。他に何か面白いエピソードはあるのだ？そうね。ウマルはファールークというニックネームで呼ばれていたの。これは彼の公正さと判断力の高さを表しているわ。また彼が導入したイスラム暦も有名よ。イスラム暦？それって何なのだ？イスラム暦はムハンマドがメッカからメディナに移住した年を元年とする退院暦よ。イスラム教の誕生はアラビア半島の歴史を大きく変えました。預言者ムハンマドは610年頃メッカで最初の啓示を受け取ります。当時のメッカは様々な部族が商業で栄えていた町でしたが、貧富の差が激しく、社会に不満が渦巻いていました。そんな中、ムハンマドは唯一噛み合った教えを説き始めます。最初は少数の信者しかいませんでしたが、次第に支持者が増えていきました。しかし、既存の秩序を脅かすとして迫害を受け、622年にメディナへ移住することになります。この移住をヒジュラと呼び、イスラム暦の起点となっています。メディナでムハンマドは宗教指導者としてだけでなく、政治的指導者としても力を持ちます。周辺部族との同盟関係を築き、軍事力を強化していきました。そして630年、ついにメッカを無血開城で手に入れ、アラビア半島の統一を成し遂げたのです。ムハンマドの死後、後継者としてアブーバクルが初代カリフに選ばれます。イスラム共同体は急速に半島を広げ、ウマル、ウスマーン、アリーと続く正統カリフ時代に、ペルシャ帝国を滅ぼし、ビザンツ帝国の領土も次々と征服していきました。この急速な拡大の背景には、優れた軍事組織と寛容な支配体制がありました。征服地の住民には、イスラム教への改宗を強制せず、地図やを支払えば、従来の信仰を続けることを認めたのです。また、アラビア語とイスラム教を核とした新しい文明が、東西交易の発展とともに形作られていきました。イスラーム教の第3代カリフ、ウスマーン・イブン・アッファーンの波乱に満ちた人生を紹介するぞ。彼は裕福な商人の家に生まれ、若くしてイスラーム教に改宗した最初期の信者の一人だった。預言者ムハンマドの2人の娘と続けて結婚したことから、2つの光の持ち主と呼ばれ、その人柄は温厚で慈悲深かったという。カリフとなってからは、イスラーム帝国の半島を大きく広げ、現在のイランからエジプト、さらには北アフリカにまで勢力を伸ばした。彼の最大の功績は、
コーランの編纂と統一だ。それまで各地で少しずつ異なっていた聖典を一つの聖典として確立させたのである。しかし親族への厚遇や政治手法への不満が高まり、反乱軍に襲われることになる。ウスマーンは82歳でその生涯を閉じるが、コーランを特賞中に殺害されたとされている。彼の死後、イスラーム世界は大きな内紛に巻き込まれ、その影響は現代にまで及んでいるんだ。イスラム史において最も影響力のある人物の一人、アリーは預言者ムハンマドのいとこであり、娘婿でもあった。幼い頃からムハンマドに育てられ、イスラム教の最初の改宗者の一人として知られている。ムハンマドの死後、第4代カリフとして統治を任されたアリーだが、その道のりは決して平坦ではなかったんだ。ウスマーン暗殺後の混乱期に指導者となったものの、シリアス王とムアウイヤとの内戦に発展してしまう。アリーは卓越した戦士で、多くの戦いで武勇を示したが、同時に優れた学者としても尊敬を集めていた。彼の言葉はナフジュル・バラーガとして今日まで伝えられ、イスラム世界で広く読み継がれている。アリーの死後、イスラム教はスンニ派とシア派に分裂することになる。シア派はアリーこそがムハンマドの正当な後継者だと信じ、今日でも彼を特別な存在として崇拝しているんだ。あらゆる宗教指導者の中でも、アリーほど深い影響を後世に残した人物は珍しく、彼の生涯は正義と信仰の象徴として語り継がれているんだ。イスラム史上初の世襲王朝であるウマイヤ朝。その起源は預言者ムハンマドの同族クライ種族にまで遡る。ウマイヤ家は古くからメッカの有力氏族として知られていた。しかし当初、ムハンマドの布教活動に強く反発していた。イスラム教が勢力を拡大するにつれ、ウマイヤ家も改宗。やがて第3代正統カリフのウスマーンがウマイヤ家出身者として即位する。ウスマーンの暗殺後、混乱の中で第4代正統カリフとなったアリーとウマイヤ家のムアウイヤの間で内紛が勃発。これが第一次内乱、いわゆるフィトナである。結果としてムアウイヤが勝利し、首都をダマスカスに定めてウマイヤ朝を樹立した。これにより、それまでの選挙制のカリフ制から世襲制への転換が図られた。ウマイヤ朝の統治下で、イスラム帝国は急速に版図を広げていく。西はイベリア半島から東は中央アジアにまで及ぶ大帝国となった。北アフリカやイベリア半島の征服は特に重要で、後のイスラム文明の広がりに大きな影響を与えた。エジプトやシリアなど、旧ビザンツ帝国領の統治にも成功。地中海世界の勢力図を大きく塗り替えた。一方で、急速な拡大は様々な問題も引き起こした。征服地の非アラブ系ムスリムに対する差別的待遇は不満の種となった。税制においても、改宗者に対してジズヤを課し続けるなど、矛盾した政策が目立った。これらの不満は後の反乱の火種となっていく。ウマイヤ朝の統治体制は、先行するササン朝ペルシアやビザンツ帝国の制度を多分に取り入れていた。特に官僚制度や貨幣制度などは、これら先行文明の影響が色濃い。アラビア語を公用語としつつも、統治の実務ではギリシア語やペルシア語も使用された。この柔軟な姿勢が、広大な帝国の統治を可能にした一因とも言える。文化面では、イスラム初期の芸術や建築の発展に大きく寄与した。ダマスカスのウマイヤモスクや、エルサレムの岩のドームなど、イスラム建築の傑作が多く生み出された。詩文学も盛んで、宮廷を中心に多くの詩人たちが活躍した。しかし、ウマイヤ朝の統治にも陰りが見え始める。家族間の争いや、各地での反乱が相次いだ。特に、預言者ムハンマドの血筋を引くアリー家の支持者たちの反発は根強かった。また、非アラブ系ムスリムの不満も高まっていった。そして750年、アッバース家を中心とする反乱軍によってウマイヤ朝は滅ぼされる。これがアッバース革命である。ウマイヤ朝の王族はほぼ全員が虐殺されたが、一族の一人アブドゥ・ラフマーン一世がイベリア半島に逃れ、後のコルドバウマイヤ朝を開く。ウマイヤ朝の歴史は、イスラム世界の拡大と変容を如実に物語っている。アラブ中心主義から普遍的なイスラム帝国へ。その過渡期において、ウマイヤ朝は重要な役割を果たした。その功績と課題は、後のイスラム史に大きな影響を与え続けることになる。イスラーム帝国を拡大し、中央集権体制を確立したアブドゥル・マリクは、最も重要なウマイヤ朝のカリフだった。彼は通貨の鋳造からアラビア語の公用語化まで、様々な改革を実行し、イスラーム帝国の基礎を築いたのである。イラクや東方では反乱が続いていたが、アブドゥル・マリクは次々と鎮圧して帝国の統一を果たしていった。貨幣制度では、名文をすべてアラビア語にし、イスラームの教えに基づいた独自のデザインを採用したんだ。さらに行政文書をアラビア語に統一し、アラブ人以外の官僚たちにもアラビア語の使用を義務付けた。ドーム・オブ・ザ・ロックの建設も、彼の功績として知られている。エルサレムに黄金のドームを持つこの壮大なモスクを建てることで、イスラームの意向を示したのである。
アブドゥルマリクの統治は約20年間続き、その間に帝国は最盛期を迎えた。彼の政策によってイスラーム帝国は宗教と行政が一体となった強大な国家へと変貌を遂げたのだ。アブドゥルマリクの改革はその後のイスラーム世界の発展に大きな影響を与え続けることになる。ウマイヤ朝を最盛期へと導いたのがワリード一世でした。父カリフのアブドゥルマリクから王位を継承すると、征服活動を精力的に展開していきます。東方ではホラースアン地方を越えてインドに進出し、西方ではイベリア半島全土をイスラム帝国の支配下に収めました。北アフリカからヨーロッパへの進出は、イスラム教の伝播に大きな影響を与えることになります。ワリード一世は文化面でも輝かしい功績を残しました。ダマスカスのウマイヤドモスクを建設し、これは後のイスラム建築の模範となったのです。また、病院や養老院を建設するなど、福祉政策にも力を入れていました。さらに、アラビア語を公用語として定着させ、行政機構の整備にも尽力しました。その結果、多民族多文化共生の基盤が確立され、イスラム社会は安定期を迎えることになります。在位10年という短い期間でしたが、その功績は後世まで語り継がれているのです。ウマイヤ朝カリフのウマル2世は、イスラム世界に大きな影響を与えた異色の指導者だった。贅沢な宮廷生活を送っていた彼は、ある日突然質素な生活に転向し、自らの給与も大幅に削減してしまう。彼は国庫から支給されていた莫大な資金を全て返上し、家族の贅沢品も売り払って国庫に納めたのだ。イスラム教の教えに忠実だったウマル2世は、非イスラム教徒への課税を厳格化する一方で、回収者への課税を免除する政策を打ち出した。彼の在位期間はわずか2年半ほどだったが、その間に言った改革は後世まで語り継がれることになる。社会正義を重んじた彼は、それまでアラブ人優遇だった政策を改め、非アラブのムスリムも平等に扱うよう命じた。しかしこの急進的な改革は、特権階級の反発を招き、在位わずか2年半で病死したとされるが、毒殺説も根強く残っている。アッバース朝は、750年にウマイヤ朝を打倒して成立したイスラム世界の大帝国です。その成立には、イランの旧支配層の支持が大きな役割を果たしました。アッバース朝は、バグダードを首都として繁栄を極め、イスラム文明の黄金時代を築き上げました。この時代、イスラム世界は科学や哲学、芸術などの分野で目覚ましい発展を遂げます。ギリシャやインドの古典が盛んにアラビア語に翻訳され、それらの知識をもとに独自の学問が発展しました。数学ではアルゴリズムやアルジェブラが生まれ、医学では医学典範のような画期的な著作が登場します。天文学や科学、そして工学の分野でも大きな進歩がありました。しかし、9世紀後半から中央の権力が衰え始め、各地で独立国家が形成されていきます。エジプトではトゥールーン朝が、イランではサーマーン朝が、そしてマグリブではアクラブ朝が起こりました。これらの王朝は、形式上はアッバース朝のカリフの権威を認めつつも、実質的には独立した統治を行っていました。10世紀に入ると、イスラム世界はさらなる分裂を経験します。北アフリカではファーティマ朝が起こり、エジプトを征服してカイロを首都とする強大な帝国を築きます。彼らはシーア派の一派、イスマーイール派を報じており、スンナ派のアッバース朝とは激しく対立しました。一方、イラン東部ではガズナ朝が台頭し、インド北西部にまで勢力を広げます。彼らの遠征は、後のイスラムのインド進出の先駆けとなりました。ガズナ朝の子を継いだゴール・アッサは、さらにインド深部へと進出し、デリー・スルタン朝の基礎を築きます。11世紀には、中央アジアからセルジューク朝が勃興し、イラン、イラク、さらにはアナトリアまで征服しました。セルジューク朝はスンナ派を報じ、形式上はアッバース朝のカリフをいただいていましたが、実質的な支配者として君臨しました。彼らの時代、イスラム世界は再び統一され、文化的にも大きな発展を遂げます。しかし、セルジューク朝の支配も長くは続きませんでした。12世紀には再び分裂が始まり、各地に独立した王朝が起こります。エジプトではアイユーブ朝が、イランではホラズムシャー朝が、そしてアナトリアではルームセルジューク朝が台頭しました。そして13世紀、イスラム世界に大きな激震が走ります。モンゴル軍の西進です。1258年、フラグハンの率いるモンゴル軍がバグダードを陥落させ、アッバース朝は滅亡します。イスラム世界は未曾有の危機に直面し、多くの地域がモンゴルの支配下に入りました。しかし、エジプトのマムルーク朝がモンゴル軍を撃退し、イスラム世界の守護者としての地位を確立します。彼らは、モンゴルに滅ぼされたアッバース家の末裔をカイロに向かう、名目上のカリフとして擁立しました。
これによりイスラム世界の精神的な統一は保たれました。14世紀に入るとモンゴル帝国の分裂とともにイスラム世界にも新たな動きが生まれます。アナトリアではオスマン朝が台頭し、バルカン半島へと勢力を広げていきます。イランではサファビー朝が起こり、シーア派を国教として採用しました。そして16世紀、インドではムガル帝国が成立します。ティムール朝の末裔であるガーブルによって創設されたこの帝国は、インド亜大陸の大半を支配下に置き、イスラム文化とヒンドゥー文化の融合を生み出しました。ムガル帝国の時代、建築や絵画、文学などの芸術が大いに栄え、タージマハルのような世界的な名建築も生み出されました。17世紀、ムガル帝国は最盛期を迎えます。特に第5代皇帝シャージャハーンの時代は、文化的にも経済的にも最も繁栄した時期でした。しかし、その後、オーランゼーブ帝の強硬な政策により、帝国の衰退が始まります。ヒンドゥー教徒に対する差別的な政策が、マラーダーなどの反乱を引き起こしたのです。この間、西方ではオスマン帝国が着実に勢力を拡大し、1453年にはコンスタンティノープルを陥落させ、ビザンツ帝国を滅ぼします。オスマン帝国はその後もヨーロッパへの進出を続け、バルカン半島からハンガリーにまで勢力を広げました。一方、イランではサファビー朝が独自の文化を築き上げていました。彼らはペルシア語の詩や絵画、建築などを奨励し、イスファハーンを中心に華麗な文化を開花させました。しかし、18世紀に入ると、アフガン人の侵入によってサファビー朝は滅亡し、その後ナーディルシャーによって一時的に帝国が再建されますが、長くは続きませんでした。このように、アッバース朝からムガル帝国の時代にかけて、イスラム世界は大きな変遷を遂げました。政治的には分裂と統一を繰り返しながらも、文化的には常に新たな発展を遂げ、世界史に大きな足跡を残したのです。この時代のイスラム世界の遺産は、現代の私たちの文化や科学にも大きな影響を与え続けています。